こんにちは、ミッキーです。今回は神楽坂市ヶ谷半蔵門エリアから散歩カフェ5選をご紹介したいと思います。この辺りの山手線の内側にあります新宿区四谷だったりとか飯田橋だったりとか、あとは神楽坂市ヶ谷といったエリアはなんとなく大人な雰囲気でおしゃれな空間がたくさんあります。もちろんカフェやビストロも含めまして料理もとても美味しくてこだわりの素材を使ったようなお店もたくさんありますので、ぜひ休日だったりとか平日のランチ、あとは平日のディナーの時間帯に訪れてみて街の魅力に気づいていただいて、年末年始の忙しい今の時期だからこそ試していただきたい少し贅沢な空間を探すきっかけにしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず1軒目にご紹介しますのはファクトリーさんでございます。こちらのお店は市ヶ谷の靖国神社の近くにあるお店なんですけれども、食べログ100名店に2017年から2020年まで4年連続で選出されている大人気のベーカリーカフェになっています。この日は運が良くて土日に伺ったんですけれども、たまたま本当に空いてて入ることができました。ただ私が入った後にもすぐにですね席が埋まってしまって、この辺りに並んでいただいたような感じもありますので、本当にタイミング次第ではないとうまく入ることができないような、そんな人気店になっています。なので実際に伺う時にはあらかじめ並ぶの覚悟で行っていただくのがいいかなと思ってます。で、なんといっても注目なのはランチメニューと、あとはモーニングのセットになっていますので、ぜひ朝だったりとか昼のタイミングで伺っていただきたいお店になっています。で、こちらのお店では季節の果物やレーズンから起こした天然酵母や国産の小麦を使って毎日20種類以上の自家製パンを焼き上げているということでございます。で、ピザだったりとか旬の野菜のキッシュ、サンドイッチやフォカッチャなどもですね、ランチメニューを中心にカフェでご提供されているメニューになるんですけども、そのあたりも全て天然酵母の生地を使ったメニューになってますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。で、ランチのメニューではパンのおかわりが自由だということですし、さらに言いますとバターも自家製で作られている注目のバターになってますので、そのあたりもぜひ一緒に楽しんでいただきたいと思っています。で、もちろんテイクアウトでパンを購入されて近くのオフィスに持って帰るなんて方とか、ご自宅用に買って帰るなんて方もいるかと思うんですが、このおしゃれなカフェ空間もぜひ味わっていただきたいなと思っています。で、こちらがこのお店で売っているパンですね。非常に多くの種類がありますし、結構私がカフェの中で時間を過ごしている間でも焼きたてのパンが続々と焼き上がってきていまして、どんどんとこの陳列されていましたので、ぜひですね焼きたてのパンを選んでいただいて買っていただくというのもお勧めしたいところかなと思ってます。で、こちらが先ほど申し上げていたパンと、あとは自家製のバターですね。こんな感じで、焼きたてのふんわりとしたパンをいただけるのと、このパン自体も複数種類から盛り合わせてくれますので、そこも楽しめるポイントの一つになっているかなと思っています。で、おかわりも自由なんですけれども、ランチ自体もとても美味しいので、ぜひですねお腹いっぱいにならない程度に試していただくととてもいいかなと思っています。で、セットでいただきましたこのアールグレイティーもですね210円プラスしていただくことで頼むことができますし、さらにセットコーヒーもプラス160円で楽しむことができますので、ここもお得なポイントになっています。そしてこちらはこの日にいただきました本日のキッシュランチになっています。もう動画からも美味しさが伝わってくれればなと思うんですけども、このキッシュに添えられた野菜とかも非常にヘルシーでお腹いっぱいに食べることができますので、ぜひですね健康を気にしている方とか普段の食生活が乱れがちな方もこのランチ試していただいて、身も心も満足していただければと思っています。このサラダにかかっていたドレッシングもとても美味しかったですね。お店の立地もなんとなく散歩に適した場所かなと思ってますので、お散歩がてらぜひ立ち寄っていただきたいと思っています。続いてご紹介しますのは半蔵門にありますピタンビストロ&ケークスさんでございます。こちらのお店インスタグラムで拝見して伺ったんですけれども、ちょうど1周年を迎えられたということでコロナ禍でオープンしたんですけども、非常におすすめのお店ですのでぜひ立ち寄っていただきたいなと思ってます。このビルを登った先にある空間なんですけれども、隠れ家的に佇んでいまして、お店の外からもおしゃれな感じが伝わってくるかなと思ってます。で、こちらのお店はランチとカフェとディナー
幅広く楽しめるところが特徴的だということでございます。なんといってもこのおしゃれな空間なので、ぜひデートとか、あとは親しい友達との特別な時間に使っていただきたいなと思っています。でさらにおすすめできるポイントは、こちらのお店の店員さんの接客がとても素敵なのと、あとは流れてくる音楽もとても素敵なので、そのあたりが極上な空間、極上な時間を提供してくれるのかなといった形でございます。でこちらの店では自家製のソースやこだわりの素材を使ったランチメニューを楽しめるというのと、あとは SNS でですね、大好評のキャロットケーキが注目になっていまして、そちらはテイクアウトでも頼むことができますので、お腹いっぱいだなという方、それでもやっぱりキャロットケーキだけは試したいなという方は、テイクアウトをしてご自宅でキャロットケーキを楽しまれるというのもとてもいいかもしれないです。でこちらがメニューになってるんですけども、左側のケーキのメニューの中では先ほどのキャロットケーキ以外にもおすすめなメニューはたくさんありますし、あとはドリンクですね。ドリンク自体もルーセントコーヒーさんのコーヒー豆や狭間共同製茶組合さんの茶葉を使ったこだわりのドリンクになってますので、ぜひ試してほしいなと思ってます。でこちらはこの日にいただきました鶏胸肉のうまみ揚げと、あとはセットでコーヒーミルクをいただきました。こちらのドリンクなんですけれども、セットにすると150円引きでいただくことができますので、ぜひランチ時にランチメニューを頼む際にはセットで頼んでいただくととてもいいかなと思っています。でこちらも嬉しいところのポイントとしては、ランチメニューにはこういったサラダやスープ、あとはライスもついていきますので、バランスよく食事をいただくことができるかなという感じでございます。でこちらのメニューなんですけども、この鶏胸肉の唐揚げのですね、タルタルソースがとても美味しかったので、ぜひ試してほしいなと思ってます。ただメニューも定期的に変わるようなので、タイミングが合わなかった場合には別のメニューで試していただくという形になるかなと思ってます。で私もですね、先ほどちょっと軽く申し上げたんですけども、このキャロットケーキ持ち帰った時のこの箱も素敵だったので、テイクアウトをして仕事の合間にちょっといただいてみました。ちょっと片手で開けるので苦戦してるんですけども、こんな感じでこのテイクアウトだけどもとてもおしゃれに梱包していただいて持ち帰ることができますので、ぜひですね、男性の方は女性のお土産に買っていただいたりすると、奥さんもとても喜ばれるかなと思ってます。続いてご紹介しますのは、同じく半蔵門エリアからジュピターズコーヒーロースターズさんでございます。こちらの店は2016年にオープンしたということで、ちょうど5周年を迎えられたコーヒー店なんですけども、こちら今映しています店内の焙煎機を使って自家焙煎で提供されるスペシャルティーコーヒーの専門店でございます。こちらのお店のマスターはですね、料理人としての経歴も持っているということで伺っていまして、この豆一つ一つもちゃんとハンドピックで厳選して、提供してくれているというこだわりっぷりでございます。なので非常に愛情たっぷりなコーヒー豆を提供してくれるお店ですので、コーヒー好きな方にはたまらないお店になっているかなと思っています。で店頭では先ほどちょっとちらっとカウンターでお見せしたんですけれども、約15種類、こちらですね、15種類の豆を揃えているということなので、ぜひですね、悩んでしまうという方はマスターに相談していただいて、自分がどういった豆が好みだということを相談していただいた上で購入されると、より2倍3倍楽しむことができるかなと思っています。で豆は 200g から購入できるということだったので、ぜひそのあたりを踏まえつつ大きめのキャニスターに入れて保存していただくといいかもしれないです。で本当に非常に多くのメニューがありまして、産地もたくさんありますね。であとはデカフェの提供もあったようなので、コーヒー好きなんだけどもデカフェで飲みたいななんて方にもおすすめできますし、あとはこちらのカップオブエクセレンスの受賞された豆も用意されていましたので、このあたりも試してほしいなと思ってます。でこちら私はこの日はハンドドリップの L サイズと、あとマンデリンの豆をいただきました。この包装されているコーヒー豆のパッケージですとか、あとはこのカップのパッケージに写っていますジュピターズさんのロゴもとても素敵なので、ぜひこの辺りも写真撮っていただいて思い出に収めていただくといいかなと思ってます。でこのスリーブもそうですし、このカップ自体も段差がつけられていますので、コーヒーが熱すぎて困るなんてことにもならないのかなと思ってます。でこんな感じで焙煎した木とかも入れてくれますね。たまたま焙煎したての豆だったので本当に美味しくいただくことができました。続いてご紹介しますのはワイノットスペシャルティーコーヒーさんでございます。こちらの店は神楽坂エリアからご紹介させていただいています。で左側に書いてあります通り、シェアオフィスであるファローさんにオープンしたテイクアウト専門のコーヒースタンドということでございます。このちょっとおしゃれな空間の坂を少し登っていただいたこちらにあるお店なんですけれども、この神楽坂というとてもおしゃれな空間の中にとても適したようなスタンドになっていまして、お店の方の接客もとても良かったですね。あとおそらくこの辺りに住んでいる方なのかなといった高級感あふれる方が犬を連れて
立ち寄っている様子もとても印象的でした。でこちらのお店ではバリスタさんが丁寧にコーヒーを入れてくれまして、湘南の27コーヒーロースターズさんとか、あとは武蔵小山のアマメリアさんから仕入れたコーヒーした豆を提供してくれているということで、まさにコーヒーのセレクトショップみたいな感じかなと思ってます。でさらにですね、パンも同じく神楽坂のパンデフィロゾフさんのパンや神楽坂野菜計画さんの野菜を使ったフードメニューも絶品になってまして、ぜひコーヒーと一緒にテイクアウトして楽しんでいただくといいかなと思っています。で先ほどテイクアウト専門と申し上げたんですけども、このファロさんの空間ではこんな感じでくつろぐこともできますので、テイクアウトしてシェアオフィスの空間に楽しむというのもとてもおすすめかもしれないです。ドリンクメニューはですね、非常にたくさん種類がありますので、好みに応じたものを頼んでいただければと思ってます。でこちらこの日にいただきましたハンドドリップの S サイズでございます。このカップの底にですね、神楽坂という風に書いていただいてまして、この日入れたものは神楽坂ブレンドだということを示しています。そして最後にご紹介しますのはル・ブルターニュ神楽坂店でございます。神楽坂店とは言ったものの、クレープリーとして、お店で展開されているのは神楽坂だけだということですので、ぜひ神楽坂に立ち寄った際には訪れてみてほしいようなお店でございます。クレープリー、皆さんご存知でしょうか？クレープリーというのはフランスでクレープをメインに提供するカフェレストランを指すということで、簡単に言ってしまうとクレープ店だということなんですね。ただですね、こちらのル・ブルターニュさんではフランスのブルターニュ地方の伝統料理であるそば粉のクレープガレットをメインに提供してくれてまして、フランス人のオーナーが厳選したシードルとかをはじめとしたお酒を中心にブルターニュの特産品を輸入して日本人向けに提供してくれているということでございます。こちらのお店のとても素敵なところは、ブルターニュ地方の啓蒙活動だけでなくてですね、日本各地でそば粉を生産している産地で開かれるそば祭りでガレットの実演を行ったりとか、あとは被災地支援をはじめとした社会貢献活動も積極的に行っているというところで、フランス人の方が経営しているもののとても日本思いな名店になっています。この日本人以上に日本のことを愛してくれている方がいるっていうのはとても素敵だなと思いますし、本当にですね、日本人自身も日本の魅力をさらに伝えていかなきゃいけないなというふうに思うかなと思っています。でこちらはせっかくなのでブルターニュ地方で、作られているワインをいただくことにしました。ちょっとですね、値段をメモし忘れてしまったので、値段はぜひですねその日に確認してほしいというのと、あとワイン自体もですねその季節ごとに全く違うものがありますので、そのタイミングで、季節の旬のものを頼んでいただくのがとてもいいかなと思っています。でこちらは他にいただいた本日のスープと、あとは魚介のスープでございますね。でこの結構スープの割に値段がするかなというふうに思うかもしれないんですけれども、ぜひですねこの魚介の、コクのある味わいとか、あとはこの魚の風味とかをですね試していただきたいなと思ってますので、ぜひですねこういったお店に来た際には、奮発して頼んでいただくといいかなと思ってます。でこちらはトラディショネルっていうんですかね、ちょっと発音が多分フランス語だと思うのでわからないんですけれども、このラ・コンプリーテとトラディショナルっていうところのガレットを頼ませていただきました。ガレットはですね他にもたくさん種類がありますので、ぜひ気になるものを頼んでいただきたいと思いますし、ちょっとどれを頼んだらいいか分かんないなっていう方とか、あとはいろいろと学びたいなって方は店員さんに聞いていただいて注文していただくととてもいいかなと思っています。ぜひここだけのクレープの味わいを確かめてみてください。以上、今回は神楽坂市ヶ谷半蔵門エリアからおすすめのカフェを5選ご紹介させていただきました。ちょっとエリアが広めかなという風な印象を持ったかもしれないんですけども、本当に厳選しておすすめできるカフェをご紹介させていただきました。おそらく東京の主要どころのカフェはこれまでにご紹介してきてるんですけれども、さらに東京の魅力を知りたいなんて方は山手線の内側に入っていただいて、今回ご紹介したカフェとかも散策していただくと、よりディープな東京の世界を知ることができるかなと思っています。他にも東京のここのエリアのカフェを知りたいとかいうご要望がありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。また年末には前回好評だった2021年おすすめカフェトップ10をご紹介しようと思ってますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。